融通無下って仏教用語なんですよね。まさに字のことを融通無下って融通が利くっていう語源になるぐらいなんですけども、要するに滞りなく物事が順調に進むようなことを融通無下、そういう思いを込めて、なるべくお客さんにも自由に楽しんでもらいたいなと。今日の来るお客さんのその時間に目指して料理を作るんですよね。そうするといつもとは違った魚が入るかもしれない。今日は天候の加減でこの魚がないかもしれない。そしてまた少しいつもとは違ったものができるかもしれない。全く同じ日ってのは来ないんで、それをすごく大事にしてますよね。六本木の高級寿司店で修行を始めまして、そこで21年間、そこが随分長かったですね。それから自分でオーナーをつけて12年お寿司屋さんをやりまして、コロナでちょっと閉店してしまいました。それを経て今麻布十番にいます。麻布十番駅4番出口から出て2分ぐらいですね。修行時代嬉しかったことはやっぱり普段ではお会いできないような方とたくさんお会いできた。で世界中の国の人とお会いできた。これは六本木ならではじゃないかなと思います。はい。お寿司の面白いところ、魅力っていうのはどんなところですか？そうですね、やっぱり最終的に一番はやっぱお客様が美味しいって喜んでくれることで、共に同じ幸せな空間を共有できることが一番じゃないでしょうかね。はい。でやっぱり僕も成長するし、お客さんも成長する。はい。それで共に少しでも幸せになれればなって思うのは一番じゃないですかね。バブルの頃のお寿司屋さんって白酢のシャリに砂糖とお塩両方入ってて、意外と砂糖効いてたんですよ。その40年間で大将が寿司を握った数でいうと何貫ぐらい握ったんですか？7万と2000ですね。7万2000。はい、そうです。いつも思うんですよ、はい、僕の手にカウンターがついてたらいいなと。どういうことですか？である日握った時にお客さんおめでとうございます、今の6万個目です言いたいな。綺麗。これはタコの柔らか煮ですね。この5月タコがすごく美味しい時期です。はい、その下に行きまして、今日はそら豆のごま和えですね。はい、その隣が今1年でタイが一番美味しい時期なので、タイの卵を煮こごりにしました。はい、でこちら甘エビの子供をお醤油漬けにしてあります。周りトロトロで、芯は結構しっかりめの。そうですね。タイのいわゆるタイの卵ですね。マコってことですか？そうですね、マコですね。今タイのマコ、白子、子供、どれも美味しい時期ですからね。そうですね。だしの部分と、卵の部分と味わいが2層になってるというか、これも完全に日本酒案件ですね。これはそうですね。とても実直な蔵で味にうるさい蔵です。甘からず辛からず。そうですね、絶妙な、でキレもよく美味しい。はい。初夏のお椀でアイナメとハマグリのお椀です。お出汁の方はカツオとハマグリで取ってあります。ちょっと季節の薄い口で柚子の花が入ってます。はい。1年でほんの短い間しか咲かないんですね。すごい彩りがやっぱいいですね。さすが。そうですね、エビとか入ると綺麗ですよね。味濃いっすね、ハマグリ。はい。ホクホクしてる。ほんのりとした塩味が美味しい。食感がたまらない。これが柚子の花。はい。初めて食べる。こういう日本料理みたいな和食の経験もあるんですか？ゾルフ寿司ってもともとすごくお料理もたくさん出るお店だったんですよ。もうとにかくネタの数が多くて、それを煮たり焼いたり炒めたり、もうお客さんのリクエストそのまま全部なんですよ。裏の調理場にいる子は何百品って作んないといけないんですよ。
ちょっと真剣に焼き場の方入っただけでもかなり鍛えられますね。この40年間ではい大将が寿司を握った数でいうと何貫ぐらい握ったんですか？7万と2000ですね。 7万2000。はい、嘘です嘘です早いなと思って。いつも思うんですよ、はい僕の手にカウンターがついてたらいいなと。どういうことですか？である日握った時に「あ、お客さんおめでとうございます、今の6万個目です」言いたいな。カウンターそういうことですね。数える。はいあ言いたいな。ーこれ間に何か入ってますね。はいしその葉とあとエビおぼろがちょっとだけ入ってます。ふっくら感がすごい美味しい。必ず押し寿司か棒寿司かを一口最初に出すんですけど、それはもう四季でどんどん変わっていくんですけど、大体押し寿司も棒寿司もちょっと保存のために作るじゃないですか、はい。だからすごく味が濃くなっちゃうんですけども、もう今日ここで食べ終わっていいものだからそんなに味は濃くなく、お塩でもお醤油でも美味しいです。フレッシュとちょっと寝かせのなんかいいとこ取り感があります。そうですね、もうどちらかなんですよね。お刺身食べるんだったらプリッとして鮮度のいいのを薄作りとかで食べてもらうのか、それともちょっと寝かせてうまみのあるところを食べてもらうのか。アクセントでたくあんとかきゅうりとかしば漬けが入ってるとすごく美味しいんですよ。しば漬けが面白い仕事をしてらっしゃいますそうですね、赤貝の紐もきゅうりとベストマッチじゃないですか、すごいきゅうりの量だこれ。シンプルに握りじゃなくて今日はつまみで、今日はやっぱそのネタの顔ぶれを見てこのネタはつまみでいこう、握りでいこうっていう決めます。シンプル。予想以上に締まってる。これちょっとだけ湯引き。はい、なんか全くの生だと生々しさが強くて、でもほんとキュッと締まってます。そうですね一噛み目で、ちょっと塩の香りと、はい、海の味がする。ちょうど4秒ぐらい。4秒ぐらい。すごい食べ応え。はい、島味ですね。島味に火を入れるって珍しい。島味皮のところがすごく美味しいんで、皮ちょっと食べたいなと。なんかやっぱ肉々しさが増すというか、ちょっと炙ったところがまたそうなんでしょうね。この香ばしさ香ばしさとが出てちょっとワイルドな感じで、はい。
これ味付けは、お酒とほんの少しのお塩はい。だけですね。ひたすら4時間5時間蒸します。でもアワビの味だけです。そこにほんのちょっとの甘いタレと柚子胡椒をちょっと乗っけただけです。あ、爪なんだ。はいやっぱ柚子胡椒ですね、このピリッと感は。なるべくなんかアワビそのものの味を食べてもらいたくて、そのままで出すと産地によって結構こんなに違うんだとか。今日のはどちらですか？これは伊勢です。伊勢。はい。三重県。はい。蒸しアワビってこう2時間ぐらい蒸すとすごく柔らかくなるんですけど、そこからちょっとまた戻るんですよ。で4時間5時間いくとそれ通り越してもう完璧に柔らかくなるんで。もう卵みたい。本当ですね。ゆで卵みたい。七味ですか？七味です。海苔のコーンに、はいギリギリまで詰まってますね。そうですね。すげえ。味付けもシンプルにお醤油数滴垂らしただけです。はい。あとはもう味噌とカニの味で。これはゆずむげさんのつまみパートのスペシャリティの一つ。贅沢感がすごいです。で、ゆずむげさんは基本的にもう営業は夜ですよね。はい、そうです。お昼はお稲荷さんもテイクアウトでやっております。で結構いろんな種類のいなり寿司があって、はい。お宮とか、はい、まあもちろんおもたせにすごくいいみたいですね。はいどうぞ。馬糞の方が北海道で、はい、弘前は三陸です。これはもう分かりやすい贅沢な一さこの毛ガニからのウニ丼。はい。この小丼パートは、はい、ウニで大体いつも構成としてはいかれるんですか？冬はいくらです。おお。シャリが見えないぐらいウニ。味が濃い凝縮系のウニですね。大人のうなきゅうですね、これは。まさかうなぎが今日出てくると思わなかったです。だから本当に、まあ、店名自体が、寿司割烹ゆずむげってこう、はいはい、寿司割烹ってついてるじゃないですか。はい、どちらかというと、握りがっつりというよりは、むしろつまみの品数が結構多くて、割烹的要素が結構あるのかなっていう印象を今日、今、食べながら感じてます。はい、その通りです。もう握りしか食べたくないですっていう人よりは、まあ、ちょっとこう、ね、料理テイストでもう大将にお任せして、はい、まあ、いい状態でちょっと酒つまみながら、はい、ちょっと見繕ってよみたいな、はいはいはい、そういうスタイルのお寿司屋さんが好きな方が多分余計にマッチするお店だと思います。そうですね、はい、その通りだと思います、はい、でちなみに大将は今の生活リズムでいうと何時に寝て何時ぐらいに起きてるんですか？無制です。4時とかそのぐらいに1回起きて、であと野菜とかそういうのも注文して、はい、行って帰ってくると豊洲から帰ってくると7時頃なんですよ。そこからまた寝るんですよ。でそれ何時ぐらいに起きるんですか？11時ぐらい。でそこからお店で仕込みみたいな。はい。だから3時間4時間とか4時間4時間4時間3時間とか小分けにしてるんですね。小分け。お二人は甘めじゃなくて塩辛系の。そうですね、これ間にちょっと叩いてましたね。はい、味噌叩いて中に仕込んであります。綺麗だな。味が濃い。はい。
今日どちらのイワシでしょこれ銚子です。でもいつも狙うのは瀬戸内海なんですよ。脂がすごい。は今はもうお任せスタイルでやってらっしゃると思うんですけど、大体の品数と金額はどれぐらいな形になってらっしゃるんですか？い、はい、いつもだいたい20品以上は出ます。はい、焼き物ですとか蒸し物、椀物、さまざまなもの入ってお寿司も入ってで金額は3万円になってます。税込み3万円。はい、はい。でもし行きたいってなった場合の予約方法について教はい、えてください。予約方法は食べログからもしくはテーブルチェック、はいはい、あとはインスタかなんかでも、はい、予約可能です。漬けることによってもっちり系。はい、これ血合いぎし。はい、さっきの中トロが銚子です。赤身が勝浦です。千葉。はい、こっちも。あ、山行さんなんですね。山行ですね。大将やっぱ金目は結構炙って出すタイプですか？金目皮が美味しいじゃないですか。はい。皮ついてた方が僕は好きなんで、だから炙りか湯霜か。そう日本酒みたいに出されるんですね。そうですね。へー。おいしい。美味しいですよね。おいしい。塩、砂糖、酢ははい。それぞれ入ってますよね。それぞれ入ってます砂糖もちょっと入ってますよね。砂糖は三温糖はちょびっとだけ。でお酢はブレンドですか？ブレンドですね。赤、白どんな感じですか？薄い赤酢とちょっと中くらいの赤酢を、とブレンドしてます。米酢が1800に100ぐらいの割合ちょっと入ってまです。基本もう赤酢ベースってことですね。はい。増六さんの時とかお店でやっぱりレシピはかなり変わってますか？変わってます。変わってるし、あと時代ですよね。お、その話聞きたいです。はい。バブルの頃のお寿司屋さんって白酢のシャリに砂糖とお塩両方入ってて意外と砂糖効いてたんですよ。それがもう食べやすくてそれがすごい人気になったんです。で逆に赤酢使ってるとかごくわずかそれが浸透した後そうすると次第に赤酢っていうのがクローズアップされてきて、そうすると今度その普通の白酢でお砂糖がたくさん入ってるお寿司屋さんはだんだん少なくなってきた。でも面白いもんで価格に比例すると砂糖の量が入ってる。回転寿司のネタって白身とかあんまり味がない。それに塩と酢の効いたご飯だとしょっぱいだけなのね。はい。そうすると下のご飯はやや甘みが欲しくなる。なるほどですね。だけど高級店行って白身だともう魚に甘みがある。それに合わせたシャリには砂糖いらない。だって甘みは十分上で補えるから。なるほど。今シャリいただいて、はい今のゆずむげさんのシャリは、はいどちらかというと酸味系かなと思ったんですよ。甘さとかしょっぱさというよりは結構あっさり酢の酸味っていうか、あっさりしてます。だからこうあくまでネタを引き立てるというか、そうですネタよりもあんま主張は控えめっていうか、はい。あっさりしてて食べやすいのが今コンセプトです。だからそれやっぱこのお店のコンセプトだったりやっぱ寿司割烹っていうある種のゆずむげさんのこう考え方というか、そうですね。価値観というか、はい。今の
お店に合ったコンセプトだと思います。最初お刺身で醤油食べた時に、はい、これもなんかこうちょっと違うぞっていう感覚はあったんですよ。はい、うま口っていうか、そうですね、うまみがあるんですね。はい、かつおだし入ってますんで。ああ、だし入ってるんですね。はい、でそんなにお醤油も尖ってないんですよ。そうですね。はい、でこれ握り主体でいくんだったらもうちょっと赤酢が効いててお醤油ももうちょっとパンチがあった方がこう塗って出すといいんですよ。お醤油好きの人だとつけた時にはもうちょっともたんないなって感じもあると思うんですけど、多分前編通したら多分このぐらいがちょうどいいと思うんですよね。あともう前半戦でここに醤油つけてる回数僕見てるんで、ほう、はい、醤油の減りが早い人はもう握る時に2切り余分に1回塗りますし、で全くつけない人だったら普通通りにしますし。大将、今日は楽しい時間ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。改めてお伺いしたいんですけども、寿司割烹ゆずむげさんのはいこだわってらっしゃるところとか、はい大切にされているところってどんなところですか？これはお寿司、これは何ってこう取られずに今日はこれを焼いて食べてみようかな、そんな自由もあってもいいのかなと思います。あと僕の方でやっぱり今日はこれでぜひ握りで食べてほしいなとか、これはおつまみでぜひかじりついてほしいなとか、そういうものがあるとやっぱりいろいろ楽しみも増えるんじゃないかなと思いますよね。例えばこれ動画見て、はい、ちょっと自分握り好きなんで、はい、気持ちちょっと握り多めがいいですとか、はい、まあ、逆にあんまりシャリ食べれないんで、はいはい、むしろつまみメインでとか、はい、そういうのはまあ、その金額の中での調整は予約の時にそうですそうです。お客さんに合わせてっていう、はい、アレルギーとかね好き嫌いも伺いますんで、その時にぜひ僕握りが好きなんでって一言添えてくれるだけで、はい、そしたら僕も腕の振るいがいがあるんで、そしたらあと握りで光もん2点ぐらい増やしちゃおうかなとかね、はい、福田さんのこう長年にわたるベテランのこの百戦錬磨の、はい、いろんなご経験談とはいえでもなんかこう気さくに接してくださる、なんか若い人でもこう楽しくフレンドリーに接してくださるんで、はい、そこがすごいなんかありがたいなっていうか、なんかリラックスしてなんかゆったりしながら会話と料理とお寿司とお酒を楽しめるっていう、はい、これがゆずむげさんの今日体感してみて思ったなんか一番の価値っていうか、今日本当に長い時間ありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございます。